新しく購入した輪針セットの紹介と、今持っている棒針編みの編み針の紹介をしてみようと思います。こんにちは、お手紙やぎです。今回は久しぶりに新しい編み針を手に入れたので、その購入品紹介をしようと思うんですが、一緒に普段使っている編み針の紹介をちょこちょこ買った時にお話はしてきたんですけど、まとめてこんなの持ってますっていう感じに話したことはなかったので、この機会に今うちにある棒針がどんな感じなのか、あとどういう変遷をたどってそのラインナップになっていったのかっていうようなお話をしてみようと思います。参考になるかわかりませんが、編み物歴が長い方にはちょっと懐かしいなっていう感じかなと思いますし、あとまだ始めて間もないビギナーさんには、こういう時代もあったんだなと面白く見てもらえるんじゃないかなと思いますので、よかったら最後までご覧ください。それでは始めましょう。まずうちにある棒針の中で一番古いのがこの辺りの輪針じゃない竹針なんですけど、このケースの中にひとまとめにしていて、ちょっと一部輪針も入ってるけど、主にこういう輪じゃない棒針のタイプの針をまとめてこのケースに保管しています。セットでは購入してなくて、必要に応じて買い足した感じなので、号数とか長さとか結構まばらなんですよね。ここら辺に入ってるのが多分ほとんどがクロバーさんの匠だと思うんですけど、両端が針先になったタイプの竹針で、うちにあるのは12号と10号と、あと7号と、これは2号ですね。あと少し短いタイプのがここにあって、これはクロバーさんじゃなくて近畿編み針さんですね。近畿編み針さんの KA っていうマークが入っているのが見えるかなと思います。これだけ近畿編み針さんなんですね。が4号で、あとさらに短い、これ17、8センチぐらいのサイズの3号の針と、あとこれはクロバーさんの竹針で1号ですねっていう感じの結構まばらなラインナップになっています。で、こっちのフラワーベースに入ってるのはこういう玉付きの2本棒針のタイプですね。これも多分クロバーさんの針だと思うんですけど、13号のものとか、あとこれはなんか最近実家で発掘されたやつなんですけど、かなり古いものだと思うんですけど、ご自宅にこの針がある方っていらっしゃるかな。ダイヤって書いてあるので、多分毛糸のダイヤさんの昔作られてた針かなと思うんですけど、これが実家から出てきて、なんか6号と7号1本ずつだったんですけど、母がこんなの出てきたよって渡してくれたので、なんかレトロ感が可愛いなと思って持ち帰って飾ってるっていう感じです。あとはこちらは結構最近購入したものなんですけど、ポニーニードルっていう海外の手芸メーカーの針で、プラスチック製の多分子供用のやつだと思うんですけど、可愛いので購入してきて飾ってるって感じですね。で、この辺の輪じゃない針はもう今はほぼほぼ使用することはないんですけど、まだ十分使えるし、また、ね、何かの機会に使うこともあるかなと思って処分せずにまとめて置いておいてあります。で、今残っている輪針じゃない棒針のタイプの針はこれだけなんですけど、昔は結構他にもプラスチック製とか
アルミ製のものとかを持ってたんですよ。例えばプラスチック製の針だとこんな感じの、見たことある、もしくはお家にまだこういうの残ってるって方もいらっしゃるかなと思うんですけど、こういうのとか、あとアルミ製の針も昔はあって、こんなやつですね。こんなほんとシンプルなシルバーの色のこういったアルミ製の針も昔はあったんですよね。ただプラスチックとかアルミ製のものは昔のやつは結構柔らかくて、なんかこう少し力が入るとすぐぐにゃってなっちゃう感じだったんですよね。なので持ってたプラスチックとかアルミの針は結構全部ぐにゃって曲がっちゃってたので、何かの機会にまとめて処分しちゃったんですよね。でも結構今見るとレトロ感あって可愛いのでちょっと置いておけばよかったなって思ったりもするんですけど、輪針じゃない棒針のタイプはこんな感じのラインナップです。で、ここからご紹介するのは今も現役で使ってる針ばっかりなんですけど、私編み物歴には結構ブランクがありまして、本格的にまた再開したのが、多分2019年ぐらいだったんですよ。で、それ以前の10年ぐらいはたまにやることはあったけど、ほぼほぼ編み物から離れてたんですね。なのでまた編み物をするようになった2019年ぐらいには結構道具が進化しているっていうことにまず驚いたのを記憶してます。で、すでにその時点で輪針が主流になってるんだっていうことを知ったんですけど、私結構ね、輪針にあんまりいいイメージがなかったんですよ。なぜかというと、実は棒針が主流だった多分90年代後半とか2000年代ぐらいにも一応輪針っていうものは存在してたんですね。で、それがこんな感じのものなんですけど、見たことある方いらっしゃいますかね。こういうなんかプラスチックの針にコードが同じ素材で一体化している感じのもので、このコードの部分はなんかこう平たいきしめんみたいな形状になってるものなんですよ。なので今の輪針みたいにマジックループとかは絶対できない感じなので、必要な長さぴったりのものを揃えないといけないっていう感じですごい編みにくかったんですね。そんな感じでいいイメージがなかったので、最初編み物を再開した当時も全く輪針には興味がなかったんですけど、ただそのマジックループっていうワードをすごい皆さんが言ってるのを聞いてて、なんか今の輪針ってそんな便利な使い方ができるんだって思って、そこで初めて輪針に注目したんですよね。で、初めてそれで買ってみた輪針がここに入っているこれなんですけど、クロバーさんの匠の固定のタイプの輪針ですね。こんな感じの輪針です。この棒針のラインナップを見てもわかる通り、私クロバーさんの匠がすごい気に入っていて、しかも素材は竹針が一番いいって思っていたので、初めての輪針もまずは竹針で購入してみたんですけど、でやっぱりこれを買った時はまだ昔の輪針のいまいちなイメージをなかなか払拭できてなかったので、いきなりセットでは買わずに、なんかちょっとずつこの固定式の輪針をちょこちょこ必要な分を買っていったっていう感じなんですけど、これがすごい使いやすくて、我ながら初めての輪針の買い物としてはすごいいいチョイスをしたなって思っているんですけど、この匠の固定式の輪針はですね、何がいいかっていうと、この
接続部分の構造がすごく優秀で、これが全然引っかかりがないんですよね。なので、これを購入した後に、いろいろ他の輪針も買ってみたりしたんですけど、他の輪針も使ってみた後でも、やっぱりこの匠の固定式の輪針はすごい優秀だなって思います。これも、また機会があれば違うサイズで買い足していきたいなって思っている輪針です。ちなみにこのコードの長さは全部80センチで揃えてます。っていう感じです。で、次に購入したのが、このダイソーのバックインバッグに全部いろいろ詰めてあるんですけど、ちょっと移動しますね。で、次に購入したのが、これです。もうこのケースでわかる方もいらっしゃると思うんですけど、チューリップさんのキャリー C の細いサイズばっかりのセットのキャリー C 細っていうタイプの輪針セットです。これがこんな感じで、何号 ?0 号、JP05 の 2.1mm から JP3 号の 3mm までの、4つのサイズのシャフトと、コードは60センチと80センチのコードが2本ついているっていうセットですね。匠の固定式の輪針を使ってみて、輪針ってすっごい使いやすいなっていうのが分かって、それでいよいよやっぱりいろんなサイズがセットになって揃っているものが欲しいなっていうことでこちらを購入したんですけど、私その編み物を再開した当時、靴下が結構好きでいっぱい編んでたんですよね。ウェアよりも靴下をたくさん編んでたので、まずは靴下を編めるサイズの針セットっていうことでこれを選びました。で、他にも靴下が編めるぐらいのサイズの輪針セットっていくつかあると思うんですけど、その頃まだラベリーとか知らなかったし、英文パターンを編んだこともなかったので、US サイズには全然興味がなくて、そうすると、選択肢ってほぼこれだけなんですよね。なので、あんまり迷うこともなく、このチューリップのキャリー C っていうセットを購入しました。使ってみたらこれもすごい使いやすくて、キャリー C の一番いいところは、このシャフトとコードの接続部分が他の海外製の輪針だとこの接続部分にキーを差し込む穴が入っていて、キーでギュッギュッて締める感じが普通なんですけど、このキャリー C はそのキーがいらなくて、普通にこうネジでキュッキュッて締めるだけでちゃんとホールドしてくれるっていう感じなんですね。なのでそこがすごい便利で使いやすいなって思うし、あとこのコードもナイロン製のコードなんですけど、全然すごい結構使ってるのに変な癖がつくこともなく、こんな綺麗な形状を保ってくれていて、そこもすごいいいなって思っています。っていう感じで、初めての、付け替え輪針はこのキャリー C でした。で、次にこれを使ってみて、付け替えの輪針もすごい使いやすいって思って、今度はこの靴下が編める細いサイズだけじゃなくて、一通りのサイズを揃えたいなっていう気持ちが出てきて、そうすると、そう思って探してみると、4号以上ぐらいのサイズでフルセットになっている輪針セットって、海外メーカーのものも含めると、すっごいいろいろ種類があって、もうありすぎて全然絞れなかったんですよ。なので、しばらく輪針セットは買わずに過ごしてたんですけど、とある編み物のコンテストで商品が輪針セットっていうものが開催されていて、
それでいずれ自分が気に入った輪針セットを選んで買おうっていうふうには思っていたんですけど、もしそれでもらえたらラッキーだなっていう感じで、そのコンテストに応募してみて、なんと受賞して、このリッケのブラッシュを手に入れました。ということで、2つ目の付け替え輪針セット、こちらです。で、これが私の中では初めての US サイズの付け替え輪針で、しかも初めての素材が木製の針だったんですね。で、US サイズの針を手に入れたことをきっかけに、結構ラベリーとか英文パターンにも興味を持ち始めるんですけど、これも使ってみた感じ、すごい使いやすかったです。これをもらった当時はリッケの付け替え輪針のコードはほぼほぼ固定式だったんですけど、このブラッシュが初めて回転式のコードになりましたよっていうのが売りで多分発売されてたと思うんですけど、なので編んでる時もなんかこうねじれることがあんまりなくて使いやすい。ただ、チューリップのものと比較するとちょっとこのコードなんていうか硬いというか戻りが強いっていう感じはしますね。でも多分これは針サイズが大きいからコードも少し丈夫な感じなんじゃないかなと思うんですけど、でも編むのに支障があるっていうほどではないので、全然これもすごいよく使っていて、結構登場頻度の高い編み針です。で、このリッケのブラッシュを手に入れた段階で結構一通りのサイズの輪針が揃ってきたんですけど、実際使ってみて感じる不便さっていうか、まあちょっとしたことなんですけど、ここがこうだったらいいなっていう点もちらほら出てきて、で、その中で一番気になってたのが糸の滑り具合だったんですね。で、ここまでで竹針と木製の針っていうのが揃っていて、まだ自分で使ったことのない金属の針っていうのが気になってきたんですね。で、さっき触れてたんですけど、昔も一応金属製の針っていうのはあって、アルミ製の棒針自分でも持ってたんですけど、でもアルミの針は力をちょっとかけると割とすぐにぐにゃってなっちゃうんですよね。なのでその印象が結構強くて、金属製の針もなんか便利らしい、使いやすいらしいっていう話は聞きつつも、なんとなくやっぱちょっと敬遠してた部分があったんですね。でもステンレス製ってやっぱ違うのかなっていうのがすごい気になってきて、なので、次に購入したのがこれです。チャオグーのこれはツイストレッドミニという、まだやっぱり靴下を編むことが多かったので、チャオグーの輪針セットの中でも比較的細いサイズが揃った、これは000号から 1.5 号までの US000 から US1.5 号までの5サイズのセットになっているもので、これを次に購入しました。で、このセットについているコードは20センチと35センチと55センチっていう、取り付けると40センチと55センチと75センチになるっていうコード3つついているセットなんですね。で、これもすっごい使いやすい。で、やっぱチャオグーの購入の決め手となったのはこのコードなんですけど、これは回転式じゃなくて固定式なんだけど、このコードが中がステンレスのケーブルにナイロンコーティングしてあるケーブルなので、すごい柔らかくてしなやかなんですね。で、これ
が靴下を編むのにすごい使いやすいっていうのがあって、すごい満足している針なんですけど、でも結構ね、これはしょうがないのかもしれないけど、キャリー C なんかの全部ナイロン製のコードと比べると、こんな風にちょっと癖がつきやすい面はありますね。私の使い方が良くないのかもしれないんだけど、マジックループを頻繁にやってると、だんだんこんな風に癖がついてしまって戻らなくなっちゃってる。マジックループを使ってないこの40センチのタイプのコードだとまだこんなに綺麗なんだけど、80センチと60センチの輪針のコードはもう結構こんな風に癖がついちゃってる感じですね。で、さっきこのシャフトを見せた時に気づいた方もいらっしゃるかもしれないけど、このね00号だけ、これだけなぜか3本あるのにお気づきでしたでしょうか？これはちょっとしたエピソードがありまして、実はここに入ってるんですけど、これね破損してるんですよ。これ買ってすぐの時にこのチャオグーの針も海外製の針にはよくある、こういうねキーを使って締めるタイプなんですね。で、シャフトにもコードにも穴が開いてるんで、私最初こうシャフトの方にもキーを入れて、なんかこうキーを2本使ってギュッて締めちゃったんですね。そしたら力が入りすぎて、このシャフトの方のネジがねじ切れてしまうっていうことがあって、それで00号だけシャフトを買い直したんですね。なので00号だけシャフトが3本あるっていう状態になってるんですけど、これからもしチャオグーの針を検討してるっていう方は、そこだけ1点私からお伝えしておきたい注意点って感じですかね。ということで、ステンレスの靴下サイズの針セットを次に購入したっていう感じです。で、結構揃ってきたので、もうなんかいらないかなっていう感じだったんですけど、なんかここら辺から機能性もだけどデザイン性もなんか可愛い針が欲しいなっていうのを思い始めて、でそれで次に購入したのがこちらです。これはセットで購入してないので、こんな感じで別のケースにまとめて入れてるんですけど、こちらがニットプロのトレンツという、アクリル樹脂製の付け替え輪針ですね。これを購入してみました。いくつかサイズがあるんですけど、まず最初にこの太い号数の 7mm と 9mm っていう針を購入したんですね。このトレンツも一応、輪針セットで売られてるものなんですけど、ちょっともうセットは結構揃ってるし、もういいかなって思ってたので単品で買うことにして、でトレンツの単品で購入できるのが結構太いサイズのものしかなかったので、まあなるべく被らないようにと思って購入したのがこの 7mm と 9mm ですね。でトレンツはやっぱり可愛さですよね。アクリル樹脂製の透明の、しかもサイズで色が変わるっていうすごいカラフルな針が可愛くて購入してみました。あとアクリル樹脂製っていうのもお家にその素材の針がなかったっていうのもあって購入してみたんですけど、この樹脂製っていうのもやっぱ昔あったプラスチック製の針のあんまりいまいちなイメージがあったのでちょっと迷ったりしたんですけど、購入してみて使ってみたら昔のプラスチック製の針とは全然違う感じなんですよね。全然こう曲がりもしない感じなので普通に使いやすくて
後悔することはなかったです。なのでもうちょっと細いサイズもいくつか欲しいなと思って、私普段はあんまり太いサイズのは使うことがなくて、だいたい3ミリから5ミリ程度の太さのものをよく使うんですね。なのでこの太い7ミリと9ミリを購入した後で海外の通販サイトで個人輸入して購入してみました。3.5 ミリと 3.75 ミリと4ミリと5ミリっていう感じなんですけど、すごい可愛いですよね。なんか家にあるだけでちょっと気分が上がるっていう感じで気に入っているものです。ただ実際使ってみて気づいたんですけど、このぐらいの細いサイズになってくるとさすがにやっぱちょっとしなるんですよね。こんな感じであんまり力をかけるとちょっとポキっていっちゃいそうなので、これはちょっと使うのに気を使う感じは若干あります。なので正直あんまり登場頻度は高くないものなんですよね。ちなみにこのアクリル樹脂製の使い心地どんな感じかというと、竹とか木製みたいな植物素材のものとステンレスのだいたい間ぐらいの滑り感ですね。糸によって結構引っかかりを感じるというか、引っかかりじゃなくて糸によってキシキシすることもあるので、そういう部分もちょっと若干の使いづらさを感じているのもあって、あまり登場頻度は高くないっていう感じです。でちなみにトレンツは単品でコードも一緒にいくつか購入していて、ニットプロのコードは、リッケの輪針と互換性があるので、コードの方はなんか足りなくなった時はブラシを使う時にトレンツのコードを持ってきて使ったりもしています。でちょっと可愛いものが欲しいなっていう寄り道みたいな感じでこのトレンツを買ったんですけど、でここまで針を使ってみて、このチャオグーのステンレス製はやっぱ使いやすいなってすごい気に入っていて、なのでこのキャリー C の細を買った時と同じでステンレス針でもうちょっと太い US4 号以上のサイズも揃えたいなって思い始めて、で次に購入したのがこちらです。これがこんな感じの、これはニットプロのマインドフルっていうステンレス針のコレクションで、これもセットじゃなくて単品で必要な、よく使うサイズのものを選んで購入しました。なのでちょっと偏りがあるんですけど、 US2.5 の 3mm の針から US3、4、5、6、7、8という感じで7サイズ購入して、コードは確か40、50、60、80、100っていうフルサイズで揃えたんですよね。でマインドフルのコードも回転式でねじれなくてすごい使いやすいです。やっぱステンレス針は糸の滑りがいいので、糸によっては例えば夏糸のコットンとかシルクみたいななんかツルツルした感じのものだと滑りすぎて使いづらい時もたまにあるんですけど、おおむね本当にすごい糸の滑りが良くて使いやすい針です。でも一つ難点を言うとすると1点あって、これも取り付ける時にこのキーを使ってキュッキュッて締めるタイプの針なんですけど、このシャフトが全部ステンレスで結構滑るので、なのでこう締める時に結構ね力が入れづらくて、たまにちゃんと締めれてない時とかがあって、そういう時に編んでる途中に緩んでくるっていうことがたまにある。なので
私はこのキーを使って手が乾燥してて締めづらいなってなった時は、このチャオグのね、ラバーを持ってきて、これでキュッキュッて締めるようにしてます。で、今持ってる針の一番最後はこれです。これを今持ってる中では一番最近購入したものなんですけど、これがローワンの、固定式の輪針ですね。3.5 ミリだけ1個購入してみたんですよ。これは、前何かの動画でもお話ししたことがあったかと思うんですけど、去年の2023の東京ヤンクロールのはしごショッピングの時に二子玉川のムーリットさんで購入したものなんですけど、初めて見たのはそれより以前の日本防具社さんの糸間でどこかのお店で売られているのを見たのが初めてで、その時にすごいこれなんていうか、やっぱこれも可愛いですよね。これも見た目買いなんですけど、ですごい深い色合いのシャフトとコードもなんかセピア色みたいなすごい雰囲気のある針だなと思って欲しいなと思ったけど、糸間の時はいやそんな衝動買いだからって思って買わずにいたんですね。でもなんか後々やっぱあれ買っとけばよかったなって結構思ってて、なのでムーリットさんで見つけた時に1個だけ買っとこうと思って買ってみたものです。でこれは実はまだ1回も使ってないので使用感とかをお話しすることができないんですけど、またねプチニットさんのソフィースカーフを編む時に使おうと思って買ったので、使ってみたら使用感とかもいずれお話しする機会があればお話ししてみたいなと思っています。っていう感じで、私が持っている編み針の棒針はこんな感じでした。はい、ということでお待たせしました。今回新しく購入した輪針セットの開封をしていきたいと思います。今回新しく購入したのはこちらです。シークニットさんの輪針セットを購入しました。シークニットさんの輪針セットはいくつか種類があるんですけど、私が今回購入したのは、JP サイズの針のセットで、シャフトの長さは10センチのものです。で、私は今回これはこのですね、奈良県生駒市のふるさと納税で購入しました。なんでこれを購入したかと言いますと、このシークニットさんの輪針セットが発売された当時もすごいこれ可愛いし、竹針のフルセットで欲しいなと思ったんですけど、散々迷って、でももうすでにいっぱい持ってるしなっていうことで我慢した商品だったんですね。でも今回このチューリップさんのキャリー C のこの3号の針が、この画面では分かりづらいかもしれないんですけど、これ猫ちゃんにねかじられちゃいまして、実はこの針先の部分にちょっと穴が開いてるんですね。歯型がついていて、でも別に使用するのに支障がなかったのでこれで使い続けてたんですけど、最近使ってた時にいよいよささくれがひどくなってきて、糸が引っかかりだしちゃって、もうこれはさすがにダメだなと思ったので、新しく新調することにしたというわけです。ちょっと開けてみようと思います。
開けてみると、なんか出ちゃってるけど、こんな感じです。ここに針がいっぱい並んでるんですけど、号数は、1号から15号ですね。2.4 ミリから 6.6 ミリまでの123456789101112サイズの針が入っていて、コードはこのコードは針のサイズによって適合するネジ穴が違うのですごいいっぱい入ってるんですけど、細いサイズがコードが4本入っていて、40センチ、60センチ、80センチ、100センチですね。4種類のコードになっています。中くらいの多分5号から10号ぐらいに使うサイズのコードは、これも40センチ、60センチ、80センチ、100センチの4種類ですね。12号と15号に使う大きいサイズのコードは、多分40センチと60センチの2種類のコードですね。なので、もうほぼほぼ全ての長さの輪針が作れるっていう感じになってるんじゃないでしょうか。で、ケースは帆布製の布製のケースですね。なんかこのケースが結構可愛いっていうのもポイントが高いところで、いろんな輪針セットがあると思うんですけど、結構ケースが可愛いものって少ないんじゃないかなと個人的には思っているので、シークニットさんの輪針セット、ケースが可愛いのは嬉しいですね。で、これは、特にキーとかは入ってないので、海外製のもののようにキーを使って締め付けるのではなくて、こうねじ入れるだけなのかなと思うんですけど、これって付属品何もないんだっけ？付属品何もないんだ。針と、シンプルに針とケーブルのセットなんですね。なんか他の針セットだと、ストッパーとかね、いろいろ付属品が普通についているので、何も付属品がついてないっていうのがちょっとびっくりしちゃったんですけど、これでちゃんと揃ってるものみたいです。で、ストッパーとか、接続パーツとかの、コードを延長する接続パーツとかは別途購入する必要があるみたいですね。ちょっと試し編みしてみようと思います。キャリーシートを比べてみると、このシャフトとコードの接続部分が結構鋭角的にキュッキュッってなってるのが特徴的かなって思います。で、シャフトの触り心地的には、なんかシークニットの針の方が、こっちは使い込んでるから経年劣化が少しあるかもしれないけど、シークニットの竹針の方がちょっと表面がつるっとした感じですね。それ以外は見た目的には大きな差はないかなと思います。糸の滑り具合もキャリーシート比べて特にそんな違いは感じなくて、どっちもすごい糸の滑りもよく使いやすい感じです。で、ちょっとマジックループもしてみようと思います。コードの感じは、コードの太さ的には、素材は多分同じナイロンだと思うんですけど、太さ的にはこの
細いサイズに適用する一番細いコードだとキャリー C のコードより若干細いって感じですね。で、中くらいのサイズのコードとはだいたい同じくらいの太さですかね。で、太いサイズのコードはやっぱりもう少し太いっていう感じですね。コードのナイロンの部分の太さも若干違いがあるっていう感じですね。で、マジックループをしてみようと思うんですけど、マジックループする分にも、やっぱり付け替え輪針なので多少引っかかりはあることはあるんですけど、キャリー C と比べてもそんな大差ないって感じですね。どっちも使いやすい感じかなと思います。シークニットさんの輪針セットはすごい細いのから太いのまでちゃんと揃ってるっていうのがすごいいいポイントだなと思います。他のだと結構多分どんぐらいだろう、この4号ぐらいから始まってるのがだいたいよくある感じだと思うんですけど、シークニットさんのは靴下も編めるサイズの1号から始まってるっていうのがなかなかいいなと思うポイントです。これもね、さらにこれからどんどん使っていって気づいたことがあったらレビューしてみようかなと思います。ということで今回は新しく購入したこちらのシークニットさんの輪針セットの紹介と、合わせて今うちにある棒針編みの編み針の紹介をまとめてしてみました。何かの参考にしていただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。